日本人って普段曖昧なくせにここだけはっきりしてると思う会いたいとか連絡取りたいって向こうに伝えたら重い、この間目指したら私本当にモテると思う。ハローこんにちは、大家好、なるです。今日は私のチャンネルにゲストが来てくれています。台湾人のようちゃんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。もう日本語がとても上手なようちゃんに来てもらいました。で、今日は台湾のカフェでちょっとお茶をしながらコーヒーを飲みながらいろいろ話したいと思います。初めて会ったのはあれだよね、大学で日本語授業だよね。そう、今どのぐらい勉強した日本語？大学合計で2年生から勉強し始めたから、大学2年生からでだいぶ進度が早くない？まだまだで、ようちゃんは今日本に住んでいて、今ちょうどね台湾に帰ってきてたから連絡をして会ったという感じです。で、今日の話のメインテーマは恋愛で、私もねいろいろインスタグラムでこう質問募集とかするんだけど、それをすると恋愛の質問が結構来るの。やっぱりみんなね不思議に思ってるのかな。そうだから今回はねちょっと日本と台湾の恋愛の違いをいろいろ話したいと思います。まず前提として私は台湾人の人1人とヨーロッパの人2人と付き合ったことがある。あと日本人も2人ぐらい付き合ったことがあるんだけど、ようちゃんは台湾人は3人ぐらい、あ、そうだったの。で日本人は3人ぐらい、本当に？そう、私より多いかもしれない。いやいやもうちなみにその3人の日本人はそれぞれどのくらいの期間？日本人長い？は1人目が確か半年ぐらい、2人目確か1年間、3人目が4年ぐらい。あ、長っ長っ長いちょっと待って、じゃあ台湾人はどのぐらい付き合ってたの？台湾人は高校から付き合って、なるほどね、それも 2,3 年ぐらい1人目が。じゃあ一人一人結構まあまあ長い、半年以上は。そう1年ぐらいとか。そうだね。そう、私準備した質問がどこで出会ったのか。マッチングアプリで。それいつの時？台湾の大学？台湾の大学にいた時？台湾でマッチングして、多分向こうは台湾に留学じゃない、旅行観光で来たりして、そのアプリを使って出会いを求めてる人かもしれないけど、でも私は日本語を勉強するためになるほどね、アプリをダウンロードしたの。それありだな、私もやってみようかなバレるかもよ。そうだ私バレるのが怖いんだった。やめとこう。次の質問、付き合う過程、付き合う前の過程が台湾と日本違うのかという質問。台湾だと私のイメージね、これも、なんか友達の期間が長くて付き合う。でも日本だと、デートを3回して3回目で告白するみたいな、そういう風習があるみたいな。あると思う。だから違かったのかなという。結論から言うと、あると思う。違う。本当。何大きく違うなと思った？確かに、付き合うまで台湾人の方が時間かかる。そう長い。まず友達から知り合って、性格知って、一緒に遊びに行って、流れで付き合ったみたいな。台湾の人と多いかも。日本人の人はちゃんと告白してくれるそうでしょ。しかもその付き合う前デート何回ぐらいしたとか覚えてる？覚えてないけど、大体 2,3 回ぐらいでしょ、やっぱり。どっちの方がいい？台湾と日本？日本は、もしかして付き合ってからその人のことを理解する。そういうこと。台湾人は理解してからその人と付き合うかどうか決める。じゃあさ、付き合った後結構長い人が多い？3ヶ月で別れる人とかそんないない？いると思うんだけどね、人によって。でも大体長いイメージがある。そうなんだ。なんだろうね、日本人ってなんでタッタッタってやりたいんだろうね。日本人って普段曖昧なくせにここだけはっきりしてると思う。確かにちょっと不思議。なんかヨーロッパの人も
基本的に告白っていう文化がないから、出かけてスキンシップとかもして、私の場合ね確認があったの、僕は君の彼氏だよみたいなメッセージが来て、そうなんだみたいなそう告白とかじゃなくて、僕たちこういう関係だよねみたいな確認があった。だから普段はさ、ヨーロッパの人も結構はっきりしてるじゃん、好き嫌いとか、でも告白だけ曖昧、恋愛に対しては曖昧、知らずに付き合ってた。そうだから日本人だけなんでそんなはっきりちゃんと関係を明確にする。そうしかも告白がなかったら結構なんかクズみたいなずるずるキープしてる。そうずるずる付き合ってたら、ずるずる遊びに行ってたり、それこそね付き合う前なのに手つないだりしたらクズみたいに思われるから日本人とね付き合いたいと思ってる人はそこ気をつけてください。会う頻度も台湾と日本でさ結構違うと思うよ。全然違うよそうだね、4年付き合った彼、学生の時だったでしょ最初、その時はどのぐらいの頻度で？宗教があるたびにあるんだけど、その時コロナだったのね、オンラインがメインになってるから、ほぼ会ってない。デートの頻度、外に出られなかったから。確かにその頃が本当にもうコロナとか関係なく、普通の付き合いを始めたのはもしかして1年経った後とか？そう2年、そのぐらい、1年2年ぐらい。1年2年後付き合って1年2年経った後に、普通にデートとか初めて。社会人になった後はどのぐらいの頻度で会ってたの？週1。やっぱり週1は日本人だ週1平日さ、仕事終わった後に一緒にご飯行くとかもなかった？あったけど、そんなに特別な記念日とかはあるんだけど、あんまり仕事で疲れてるからそう言うよね、日本人の人仕事で疲れてるからって、ああそうなんだ、残業があるから会えないんだよねって。台湾の人はさ、もうほぼほぼ毎日のように会うじゃんもうね、バイクで迎えに行ったり、ご飯食べに行ったり、週に3回とか全然多くないでしょ台湾の人は。多くないもう週1って友達に伝えたら、いや少なくないって言われた、だから日本人1人目と付き合った時に殺した、会えないから、会いたいとか連絡取りたいって向こうに伝えたら、もうなんか重いって感じ。言ったのそれ実際？もっと会いたいとか、もっと連絡したいとか。そうもっと連絡したいって伝えて、向こうからいやもうこっちの生活があるからちょっと毎日連絡取るのが無理だよねとか。連絡じゃ毎日取ってなかったの？1人目は、最初はラブラブなんだけど、3ヶ月ぐらい経ったらそうなんだよね、もう連絡も必要な時だけ。わかるそう私もその時慣れてなかったから、向こうにもっとちょっと連絡してほしいって言ったら、向こうからいやそれはちょっとねって。日本人だ。最初の恋愛でそうだったから、3人目の人の時はもう日本人モードになった週1回でも特に寂しいとかそんな思わなかった？思わないよ。私も平日仕事あるから、その代わりに週末のどっちか、1日遊ぶって感じ？でも1日だよ。半日ぐらい？日中だけ日中会って解散。じゃあ連絡の頻度は？あまりしてない。日本人だね。必要な時だけ。挨拶はするよ。挨拶おはようとかね、おやすみみたいな。あれでしょ、日本人なんか今日何食べたよとか何も言わないでしょ。言わないどこどこ行ったよとか、いいねって一緒は来るんだけどね向こうからは何してるとかも聞かれない。言わないね。言わない。私も日本人と付き合ってた時に何してるのって聞くのちょっとタブーだと思ってた、相手のプライベートにあんまり踏み込んじゃいけないみたいな。向こうも向こうの生活、あるからね。だ日本人と付き合ってた時に突然電話するとか絶対しないでしょ。絶対しない日本人でも台湾人でもいいけど、彼氏がいたら突然電話が来る。これは今許せる？日本人モード？私引くかも、日本人だ今何怖いんだけどって怖いそう思っちゃう。確かにそう、急に電話しちゃダメですよ。ダメじゃあデート、日中の土日の週末のデートは
どこに行ってた？ご飯食べて、うんうんうん、その後何か目的がない場合は、カフェああ、おしゃべりするの？あ、そう。それかお互いも作業したいから、カフェで作業してた。仕事仕事とか勉強とか。なんかさ、思うんだけど、なんか日本人ってくくるの悪いんだけどさ、なんかあんまり会話しない。確かにご飯食べる時もあまり会話してないかも。そう日本人とデートする時っておしゃべりがメインじゃなくて、イベントに行ったりとか、映画見に行ったりとか、遊園地行ったりとか、水族館行ったりとか、対面で会話するんじゃなくて、このシチュエーションの会話をする。そうわかるわかる。個人のさ、私はこう考えるんだけどとかじゃなくて、なんか、この魚かわいいねとか、この動物かわいいね、餌やれるんだよみたいな。映画はあれだよね。そういう感じ。なんか話題作りに行くみたいな。あった確かに。話題があるところにデートしに行く気がする。確かにカフェ行くだけではさ、ネタがないんだよね。ネタがないのわかる。そうかも。私台湾の人たちすごい喋るのが好きだと思う。ヨーロッパの人もね、喋るの結構好きなんだよね。なんかさ、日本って娯楽がたくさんあるじゃん。アニメとか漫画とか、なんか喋らなくてもいい娯楽がたくさんあるでしょ。でもまあヨーロッパの人って多分娯楽が喋ることぐらい、友達と家族と喋ることぐらいだから、みんなすっごい昼間から喋ってるの。話ってそんなにある？ないんだよね。ちょっと踏み込んだ話をするけど、スキンシップ、手つないだりハグしたり、日本ってあんまり公共の場でしないんですかって。しない？しない。手つなぐのは？組む。腕組むか。手つなぐのはちょっとやっぱ恥ずかしいって思う人がいる。でも最近は若い人があまり抵抗感がない。手つなぐのが。でもさ、その20代後半とか30代カップルが手つないでたらちょっとなんか幼稚じゃないけど子供っぽい感じちょっとあるかもしれない。ある。確かに腕組むね。そうだね。カフェとかでさ、たまに台湾でこうラブラブイチャイチャしてるカップルとかいるじゃん。本当にさ、こういう風に座ってさ、はいとかさやってるさ、いるじゃん。いる。日本でそんな見かけない絶対ないよね。なんか酔っ払ったらいそうだけど。そうだけどね。そうだよね。日本で公共の場でイチャイチャしてないよ。しないよね。日本人化してるようちゃんはそのイチャイチャしてる人を公共の場で見たらどう思うの？恥ずかしい。私もね、今ちょっと距離を置いてる彼がいるんだけど、そのヨーロッパの彼ね。その彼が私にインスタグラムのストーリーで動画を送ってきたのね。で、どうしてみんなこういう反応してるのって言われたの。電車の中でこうチュッチュとかチュッチュハグハグしてるカップルを見て、その横に立ってた女の人たちがっていう反応をしてたの。ヨーロッパのその彼はどうしてこんな反応するの？わからないらしくて、多分ヨーロッパではね、そのキスしたりとかハグしたりとか普通だから、誰もさみたいな顔しないんだけど、そうでも日本人はさするよね。結局、台湾人と日本人どっちの方がいいと思う？今は日本人モードになってるから。そっか。日本人との恋愛が慣れてるかも。あれだよね、今台湾人の人と付き合って毎日会おうみたいな言われたら、ちょっと重いかもってなるね。確かに。なんか男性女性関係なくね、台湾人と日本人を足して2で割ったぐらい、本当に中間ぐらいがちょうどいいと思うの。日本人ちょっと優しくなさすぎ、台湾人優しすぎ、間。日本人連絡しなさすぎ、台湾人連絡しすぎ、間がいい。はい、皆さんこの間を目指してください。難しすぎる。この間目指したら私本当にモテると思う。日本人にも台湾人にもモテると思う、この間。はい、今日はようちゃんと台湾と日本の恋愛についていろいろ話しました。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったですか？他にもね、何か質問があったらコメント欄にお願いします。面白かったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。はい、今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それじゃあまた次の動画で。じゃあねー。
台湾の人と付き合った時にどうやって付き合ったか覚えてない。思い出したその人ちゃんと告白してくれた。でもすっごいもじもじしてた。ちょっと恥ずかしいみたいな、恥ずかしいけど言いたいみたいな、分かってるでしょみたいな、僕が言いたいこと分かってるでしょ、みたいな、すっごいもじもじするなこの人って思った。